国会議員は帰化歴を公開すべき？北村議員の発言で日本中が大論争。帰化歴は公開すべき？北村議員の発言で見えた日本の本当の問題。このままだと日本の選挙の前提が変わるかもしれません。国会議員は帰化歴を公表すべきなのか？この問題が今かなり大きな議論になっています。発言したのは北村春夫氏。帰化歴を公表せず立候補するのは間違いだ。かなり強い発言です。ですが、この問題、実はかなり深いです。単なる賛成反対ではなく、安全保障、憲法、民主主義、すべてに関わってきます。最後まで見ると、この問題の本当の論点が見えてきます。まず、なぜこの意見が支持されるのか。理由はシンプルです。国会議員は国家の中枢です。法律を作り、国の方向を決める存在です。だからこそ、どんな人物か知るべきではないか、という考えです。つまり、透明性の問題です。ここで一つ考えてみてください。もし2人の候補者がいて、政策も同じ、実績も同じ、違うのは一つだけ。片方は帰化を公表、もう片方は非公表。どちらを選びますか？ここで意見は分かれます。コメント欄でぜひ教えてください。賛成派の意見です。有権者の判断材料は多い方がいい。隠すのは不自然。国家に関わる以上は当然。さらに、帰化していることではなく、隠していることが問題という意見もあります。これはかなり納得感があります。ここで少し視点を変えます。よく議論になるのが態度の問題です。例えば、国家の時に起立しない。こういった行動です。特に学校では、教員が起立しない問題が議論されてきました。公的な場でどこまで起立を求めるのか。これは今でも議論が分かれています。ここからが重要です。この問題、感情だけで判断すると危険です。なぜなら制度として考えた瞬間、一気に難しくなるからです。反対派の意見です。最大のポイントは、帰化した時点で完全に日本人という考えです。ここで関係してくるのが、日本国憲法第14条の平等原則です。元外国人という理由で追加の義務を課すのはどうなのかという問題です。さらに問題があります。どこまで公開するのか、本人だけなのか、親はどうなのか、祖父母はどうなのか、この線引きができません。ここで一度、海外を見てみます。アメリカです。アメリカでは、議員は帰化でも立候補できます。ただし、大統領だけは違います。生まれながらの市民のみ、つまり、帰化した人は大統領にはなれません。ただし、重要なのはここです。アメリカは、公表義務がなくても、情報が出ます。なぜか、メディアが徹底的に調べる文化があるからです。ここで中盤のポイントです。ここまで見てどうでしょうか？帰化歴を公開すれば本当に安全になるのでしょうか？ここが一番重要なポイントです。結論に近い話をします。本当に重要なのは帰化歴そのものだけではなく、現在の関係です。例えば、外国からの資金、利害関係、組織とのつながり、こういったものです。つまり、帰化歴だけを見ても本当のリスクを十分に判断できるとは限りません。ここでさらに深い話に入ります。今回の議論の本質は帰化制度そのものです。日本の帰化制度は国籍法第5条で定められています。ただここでよく言われるのが、日本は緩いのではないかという意見です。アメリカでは忠誠を誓う宣誓制度があります。一方日本ではそういった制度は明確ではありません。ここで出てくるのが、帰化条件を厳しくするべきではないかという考えです。例えば、国家を歌えるか、起立できるか、国家に敬意があるか、こういった条件です。ただし問題があります。どうやって判断するのか、これです。本心かどうかはわかりません。さらに、どこまでを対象にするのか、これも決めるのが難しい問題です。ここで重要な考え方です。思想ではなく、行動で判断する。法律を守るか、犯罪をしないか、社会に適応しているか、これが基準になります。そしてもう一つ重要なのが帰化後です。帰化の有無に関わらず、外国政府や外国組織との不透明な関係、資金の流れ、利害関係、こういったものがある場合は、より現実的なリスクとして議論されます。つまり、今回の問題は、帰化歴の公開だけではなく、帰化制度、そして帰化後の管理、ここまで含めて考える必要があります。最後にもう一度聞きます。あなたはどう思いますか？帰化歴は公開するべきか、それとも別の情報が重要なのか、コメント欄でぜひ教えてください。まとめです。北村氏の発言には理解できる部分がある。透明性は重要？
ただし、義務化には大きな課題がある。そして、本当に重要なのは、今の行動と関係です。このチャンネルでは、こういったテーマをわかりやすく解説しています。高評価とチャンネル登録、ぜひお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。